2023年の北海道ツーリングではその前年の北海道ツーリングの反省から新たなチャレンジをやってみました。北海道入りに要する労力と時間を最小化する取り組み、すなわちウルトラライト化、略して UL 化です。さらに就活と人生の UL 化について語ります。株じいさん。はい、こんにちは、株じいさんです。前回の動画でお伝えしました通り、北海道ツーリングから戻って病院で腰の痛みについて診察をしてもらった結果、なんと背骨の圧迫骨折だということが分かり、当面コルセットをつけてバイクは禁止のドクターストップを食らってしまった株じいさんです。いやはや参りました。というかこれは自業自得なんですよね。今は株に乗れない日々が続いているので、株じいさんがただのじいさんになってるというわけなんですよ。この北海道ツーリング4日目のバイク転倒引き起こしからの腰痛に至る動画は概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひ一度ご覧ください。北海道ツーリングの4日目に圧迫骨折が生じていたことになるんですが、その後ですね、約7日間ですかね、そのままバイクに乗り続けてキャンプツーリングを続けてました。でもね、とんでもないね状態にならずにこの程度で済んだのは不幸中の幸いと思うようにしてます。はい、ここから今回の動画の本題になります。2023年の北海道ツーリングでは、株じいさんなりにその前年の北海道ツーリングの振り返りや反省から新たなチャレンジをいくつかやってみました。この旅のスタイルを見直すきっかけとなった前回の2022年北海道ツーリングの動画も概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てください。その一つが過去の動画でも何回か触れていますが、北海道入りに要する労力と時間をできるだけ軽くする、いわゆる移動の UL 化、ウルトラライト化でした。これは2023年北海道ツーリングの一つの大きな目玉なんですよね。まず UL って何かってよく聞かれますので、改めて簡単にご説明しますと、ウルトラライトを略して UL というようで、簡単に言えば道具を小さくもしくは軽くして、結果的に体力の消耗を抑えて楽に動ける。そして機動力がアップすることによってより遠くまで足を伸ばせるようになる。自然と触れ合う時間が増すといった風に、道具を軽くすること自体が目的なのではなくて、道具を軽くする、小さくするという手段によってその先に得られる快適さを目指しての考え方を言っているようです。株じいさん。さらに広い見方をすると、人の生き方そのものの UL 化というのもここ最近唱える方もいらっしゃいますね。生き方そのものをもっとシンプルに、生活に必要なものを最低限に削ぎ落として断捨離してですね、結果的に身軽になって生活が気楽で心も軽くなって、それが快適みたいな生き方、そういうものを指して UL 化ということもあるようです。また最近では SNS の UL 化ということを唱えるケースもありますね。今の私たちは SNS に振り回されて、ふと気がつけば相当な時間を SNS につぎ込んでいるんですよね。どうでもいいような情報がどんどんスマホに入ってきて、その情報が必要であろうとなかろうと一方的に情報の山がやってきます。そういう SNS の山を断捨離して必要最低限にする、
今までの何でもかんでも見る読むみたいな習慣をやめる。 SNS の場合、送られてきた情報を削除すること自体にもかなりの時間を取られているのが今の私たちです。それは無駄でしょうから、鼻から情報が入らないように設定を変えておくといったことですかね。それによってより大事なことに時間を有意義に使えるようになる。そういった考えですね。こういった UL 化、ウルトラライト化っていうのが今、一部の人たちの間ではすごく流行っているようです。さて、今度こそ本題です。2022年の北海道ツーリングでは、本州のライダーがよく使う北海道への入り方。私の場合ですと、クロスカブで埼玉の自宅から新潟のフェリー埠頭までを下道、雨の中を10時間夜通し走行し、その後18時間かけて小樽までフェリーでの旅をしました。帰りは苫小牧から大洗までフェリーに乗り18時間。その後大洗から埼玉の自宅までを3時間下道を自走しました。往復とも下道夜中の走行になり、老体には結構響きました。疲労困憊でしたね。わざわざ遠い新潟から乗ってる理由ですよね。本当は大洗フェリーを使いたかったんです。でも大洗フェリーのバイク枠がいっぱいで予約が取れなかったんですよね。なので仕方なくわざわざ遠い新潟まで夜通し走ることになってしまったんです。これはすごい痛手でした。11日間の夏休みの期間中、北海道に滞在できる期間は9日間程度ですね。移動に 2.5 日使っていることになります。で、今回の2023年北海道ツーリングは、この前回の北海道ツーリングの経験と振り返り反省などを踏まえて、北海道にいる時間をできるだけ長く最大化し、移動にかかる労力と時間を最低にしようということで、飛行機で北海道入りする。バイクは現地でレンタルをすると。そういった UL 化に取り組んでみました。この場合の所要時間は、埼玉の自宅から羽田空港までが片道1時間半。羽田空港から新千歳空港までが片道1時間半。合計で片道3時間。往復でトータル6時間。半日もかからずに移動が完了なんてね、感無量ですね。結果的に夏休み期間11日をすべて北海道に滞在して過ごしていることになります。これにはあっと驚きました。圧倒的な大変革 UL 化の効果ですよね。本当驚きました。とにかく楽に北海道を回りたい、楽しみたい。北海道に滞在する時間をできるだけ長く取りたいということでの UL 化になります。還暦を過ぎましてね、ますます体力の衰え、持久力も衰え、疲労がたまると安全なツーリングもままならなくなっています。無理は禁物です。でも北海道でたくさん楽しみたい。そんな欲張りな欲求を満たすための UL 化だったと思いますね。言い換えると時短して軽くして体にも楽をさせるということになると思います。株じいさん。ちなみに株じいさんがまだ若かりし20代から30代の頃ですね。3回ほど北海道ツーリングをした時は、東京から青森まで東北自動車道を使って一気に移動、約14時間ぐらいだったと思います。その後当時は青函連絡船がまだ航行していましてね、それが4時間。合計で18時間。待ち時間、休憩時間などを加えるとざっくり 1.5 日。これの往復ですので、ざっくり往復3日間かかってたということになりますね。体力もすごい使いますけれども、若かったんですね。なんともなく楽しんでましたね。
ここまでは北海道への移動にどれぐらいの時間を割いているかというメッシュで見てきましたけど、ではそれを実現するための費用はどうかということについてちょっと見てみますね。ですね、この2022年のフェリーで北海道入りする場合の費用はご覧の通り合計で約5万5千円ぐらいでしたね。フェリー代が5万円、ガソリン代が1000円、食費が4000円といったところです。一方ですね、飛行機で北海道入りした2023年の場合ですね、ざっくりですけど全部で9万円程度になります。内訳は羽田新千歳間のですね、飛行機の往復代金が約2万円。これはシーズンによっていろいろな価格があるんで、これより安いケースもあります。そしてレンタルバイクを借りることになります。フェリーで移動するときは自分のクロスカブで乗ってきますんでね、この費用は発生しません。今回はハンターカブを11日間レンタルしました。その費用が6万円になります。そして最後にキャンプツーリングで使用する荷物類を自宅からレンタルバイク屋さん、新千歳空港にあるレンタルバイク屋さんに宅急便で送付する。その往復の費用が約1万円になります。今回は UL 化に徹底的にこだわったので、この宅急便を使いました。もし宅急便を使わないで自分で飛行機に乗るときに一緒に持っていく場合であれば、この費用は削ることができると思います。一方ですね、フェリー利用時に発生していたガソリン代や食費といったものが飛行機利用時には発生しません。で、2023年の飛行機とレンタルバイク利用時の費用は合計9万円と。ざっくりですが、フェリー利用時の倍の費用がかかってるんですね。UL 化っていうのは時短にはなるんだけど、労力もすごく小さく済むんだけど、それをお金で買ってるっていうことになりますね。何かにつけて UL 化はお金がかかり、財布からお金がどんどん飛んでいって、結果的にお財布もウルトラライトになっちゃうっていうね、そういう傾向にあるんですね。カブじいさんチャンネルは、還暦を過ぎた私カブじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマに、ツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、様々な道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですが、ドンマインド。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。ここで視聴者の皆さんに誤解をされてしまうとまずいので、ちょっと話をしますと、この UL 化が北海道ツーリングのベストなやり方だということを言っているわけではないです。ここではカブじいさんの現在の置かれている環境、事情で北海道キャンプツーリングに行くのであれば、飛行機とレンタルバイクと宅急便の組み合わせ UL 化がいいという考えを話しているわけですが、私の置かれている環境や事情が全く違えば考え方も全く違うと思います。それはすなわち、ゆったりと大海原の船旅を満喫して北海道入りして、北海道を走った後、また帰りもゆっくりフェリーで時間を潰す、そういったのんびりと優雅に旅を楽しむ、そういうスタイルも決して捨てたもんではないというか、むしろ羨ましいくらいです。またレンタルバイクを借りて北海道をキャンプツーリングするのではなく、自分の愛車、私なら小次郎、私のクロスカブで自分のバイクで北海道を走り回りたい、そういう願望はもちろんあります。自分のバイクで
北海道を走り回った、日本各地をね走り抜いた、そういった思い出っていうのは心に刻まれます。それっていうのはお金ではなかなか買えないもので、とっても貴重ですよね。今現在株じいさんはまだサラリーマンをやっていまして、職場の都合もありますから、長期の休みを取るのはね超厳しいんですよね。例えば1ヶ月とかそういった長い休暇を取れる環境にはありません。といってもですね、今回のように11日間の連続した休みをもらえること自体、サラリーマンとしては恵まれているのかなと感じています。まあ職場からは顰蹙を買っているかもしれないですけど、まあ年寄りの勝手な気ままな旅ということでね、その分お土産もたくさん買ってきたつもりですし、入社以来ずっと会社に尽くしてきましたのでね、許してもらえるかななんて思っているところです。職場の皆さんにすごい感謝してます。今の株じいさんは雇用延長中の身なんですけれども、そう遠くない将来にいよいよ会社を去るタイミング、退職のタイミングが来ると思います。退職するまでは仕事の合間を縫っていかに休みを取るかということが課題でしたけれども、退職後は365日いつでも休みが取れるというか、いつも休みの状態になります。そうなってしまうと、逆にちゃんとした自分の計画や今後の人生どうやって生きていくかといった自分なりのプランがはっきりしていないと、路頭に迷ってプランしてしまいますからね。退職後の時間の使い方がわからなくて対処できなくなるっていうことがあるようですよね。株じいさん、ここからちょっと話が飛躍してしまいますが、今回の北海道ツーリングでのウルトラライトの考え方で北海道へ行く時間と労力を軽くするということを試みたんですけれども、北海道ツーリングの期間中ね、風景を楽しみながら、旅を楽しみながら、65歳の株じいさんが就活とウルトラライトの考え方を深く考える時間を持ちました。自らの人生を振り返って、これからの人生をより快適で気軽に過ごすには、この2つの考えを組み合わせることがとても有益なんじゃないかなって感じるようになったんですよね。就活というのは高齢者にとっては恒例の話題ですけれど、人生の最後の段階に向けて準備を整えることを指しているんですが、それは単純に死ぬ前の準備作業だけを指しているわけではないです。私はこの考え方を通じて、就活が人生の質を向上させたり、残りの人生をより楽しく過ごせるようにするための準備と考えています。単純にね、例えば遺言だとか遺産の整理とかといったってね、遺産なんてものは一切ありませんけどね。もしくは医療や介護の計画、そんなことも大して考えてないんですけど、葬式や墓の手配など、ここはね考えてますよ。これらのことを考えるということを通じて、自らの意思、これからどうやって生きくんだっていうね、意思を明確にして心身が安定になるっていうことを図るべきだなって感じるようになりました。それと同時に、株じいさんはウルトラライトの考え方も取り入れることで、身の回りをもっと整理しようと思ってます。少しずつ始めました。不要なものを手放してシンプルで使い勝手の良いものに置き換えることで、家の中を身の回りをすっきりとさせる物質的な面だけでなくね、精神的な負担も軽くすることで、もっと心身がね軽やかになるっていうことをね、少しずつ実感しています。さらに株じいさんは自分の時間の使い方にも少しね注目をするようにしました。就活の一環として自分の生活に本当に必要なことに焦点を当てて、時間を無駄にしないように考えるようになりました。
ウルトラライトの考え方と同じように、限られた人生の時間をね、有意義に使えるようにね、より充実した日々を過ごすことを目指そうって思うようになりました。そんな中ね、私は退職後にはクロスカブで日本一周の旅に出たいという夢を思うようになったんですよね。サラリーマン時代には決して取ることのできなかったそんな長い時間を利用してのね、日本一周の旅、これこそね、私にとってはぜひとも実現したいプランになります。どんどん年を取って悲観的になるんじゃなくてね、いよいよね、自分に与えられた時間をね、目いっぱい有意義にね、楽しむ、そんな人生をスタートさせたいです。株じいさん。人生を、生き方をウルトラライトの視点で見直す一つに、最近流行りのデジタルデトックスというのもあると思ってます。デジタルデトックスは身の回りにあるデジタル機器やインターネットの使用を一時的にね、制限して心身のリフレッシュやストレスの軽減を図ることを目的とした行動ですね。このデジタルデトックスの効果っていうのはすごくて、心の安定や集中力の向上、創造性の刺激、そして現実世界とのつながりをより強化することなどが挙げられているようです。一方、人生のウルトラライト化とは物質的な所有や精神的な負担を軽減して、シンプルで充実した生活を送ることを目指す考え方です。物質的な所有物の整理や不要なストレスの解消、そして本当に大切なことに焦点を当てることで、心身の軽やかさを取り戻して人生をより豊かにするということですね。冒頭で触れた SNS のウルトラライト化も本当に重要だと思ってます。SNS は便利なコミュニケーションツールではあるんですけど、過剰な使用によってストレスや情報過多を引き起こすことがありますよね。SNS のウルトラライト化は不要な情報をフィルタリングしたり、SNS 上での比較だとか競争から解放される、そしてリアルなコミュニケーションの重視を通してより健康的な利用を促すこと、それが大事だってよく耳にします。デジタルデトックス、人生のウルトラライト化、そして SNS のウルトラライト化、こういったことがね、組み合わさることでね、私たちはより心身の健康とか幸福とかを追求して充実した人生を送ることができるようになるって思えますね。このようにデジタル技術や SNS が進化する中で、私たちがバランスを取りながらうまく心地よく生活を築いていく、それがとても大事なんじゃないかなって株じいさんは思います。もともと北海道ツーリングの往復のウルトラライト化の話だったのが、ついには人生のウルトラライト化ってね、話が飛躍してしまいましたが、今回の話いかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録をして次の動画も楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。株じいさんでした。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。週末土曜日不定期で動画をアップしています。どうぞお楽しみに。